16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は甲状靭帯骨化症と診断された方の枕について、枕選びについてお話をしたいと思います。甲状靭帯骨化症っていう病気の名前聞いたことありますか？聞いたこともないです。なんか難しい名前ですね。漢字すらも思い浮かばないんですが。こちらをご覧ください。甲状靭帯骨化症と書きます。実は首の後ろ側に靭帯といって筋があるんですが、その筋は本来柔らかいものなんですが、それが骨のようになってしまうというちょっと怖いイメージの病気になります。怖い病気ですね。でも実はそんなにこれ少ない稀な病気ではないんです。整形外科、当院のような整形外科でレントゲンを取ると、実は 3% ぐらいの方にはこの甲状靭帯骨化症が見つかるんです。男性女性、この割合を見てください。2倍男性の方が多いんですよ。男性の方が多いんですね。実は若い方にもこれが見つかることも多くあります。遺伝性もある可能性があると言われていて、もしご兄弟に甲状靭帯骨化症が見つかると 3% ではなく 30% の別の兄弟にもこの同じ病気があると言われるぐらい家族性は高いと言われています。今日はこんな少し特殊な病気を診断された方、結構枕に悩んでいらっしゃるんです。そんな甲状靭帯骨化症の方が適切な枕でしっかりと良い睡眠をとっていただく、首に負担をかけずに首に良い条件を整えるための方法をお話ししていきたいと思います。実はこの甲状靭帯骨化症、単独の病気ではなくてさまざまな病気との関連も指摘されています。性ホルモンの異常、肥満、カルシウムやビタミン D の異常とも絡んでいたり、また糖尿病の方、老化の一つとして高齢者に見つかることもありますので、単独の病気と考えずにこれらの病気を指摘された方も少しこの病気を念頭に置いて調べてみるのも重要なことかもしれません。甲状靭帯骨化症という病気について解剖学的に首の構造をご説明します。どんな方でも首がぐらぐらしないためには靭帯といって筋があって、この靭帯が適度に首を安定化させてくれている機構です。これは体を横から見たところになりますが、ここに首がありますよね。この首、医学的には頸椎と呼びます。この頸椎を拡大してみると横向きでこんな風に見えます。この黒く見えている番号がついているところが首の骨です。この骨のすぐ後ろには細い筋があるんですが、甲状靭帯骨化症の方はその筋がとても分厚くなって骨化、つまり骨のように硬くなってしまった状態、ただの一本線だった筋がこのように分厚くなって赤い状態になった骨化した状態、これが一つ二つある方もいれば、上から下までずっとつながってしまう場合もあるんですね。より広範に広く、より分厚くなってくると靭帯が広がって、中の神経、青い線で書いてあるこの神経の通り道が狭くなってしまうんですね。首の骨の中、上から見てみますが、骨には一定の大きさがあるわけで、この中に甲状靭帯骨化症が分厚くなれば中の黄色い神経が締め付けられる。絵に描いてみると正常な人では神経がこのぐらい大きいのに対して、甲状靭帯骨化症の人では
神経がとても小さくなってしまうんです。首の条件が悪いっていうことは分かりますよね。神経が締め付けられているわけです。この病気になるとどんな症状が出ちゃうんでしょうか？もし軽い小さな甲状人体骨化症であれば、実は無症状の方もいるんです。何の症状も出ない方もいます。また肩こりとか、少し首から頭が痛いとか、軽く手がしびれるっていう軽症の方もいます。しかし重篤になってくると、実は手足が使えなくなってくるんです。例えばボタンをかけることが自分でできないとか、箸を使ってご飯を食べることができないとか、ペットボトルのキャップを開けられない、お札が数えられない、さまざまな手の障害が起こってきます。もっともっとひどくなると、足が突っ張って歩けないとか、お小水や便の出が悪くなったりというさまざまなとても怖い症状も出てしまうんですね。ですので甲状人体骨化症と診断されたら、手術をする前であれば適切な日常生活の姿勢の管理がとても重要になります。特に首にも胸にも腰にも甲状人体骨化症起こりますが、重篤な問題を生じるのは首なんです。なぜなら首が最も細いからです。細い中で神経が人体骨化症によって締め付けられてしまう、障害が大きくなるわけですね。で、このような甲状人体骨化症の方から外来で私が一番よく相談を受けること、それは実はこの枕なんです。甲状人体骨化症と診断されたからには、何か特殊な枕を使わなきゃいけないんじゃないかなと思われてしまうんですが、大事なことは甲状人体骨化症でない方と全く同じ体格にぴったり合った高さの枕を使うことなんです。甲状人体骨化症の方も適切な高さ、そして、しっかりと硬くて表面が平らな枕を使っていただければ、たとえ首の中に人体骨化があったとしても、上向きでも横向きでも寝返りでもどの体位になっていただいても楽に、そしてぐっすりと眠ることができるんです。枕の高さ調節こそが甲状人体骨化症の方にも重要なポイントだということを覚えておいてください。はい、もしご家族や知人や友人などにそういった方がいるというお話を聞くことがあれば、ぜひ枕の高さを整えるということを良い情報としてご提供するのがよろしいのではないでしょうか。先生、うちの母は首のヘルニアと診断されたんですけど、同じぐらい枕の高さって重要なんですかね？頸椎椎間板ヘルニアという診断を受けましたか？はい、そうです。はい、実は頸椎椎間板ヘルニアも変形性頸椎症、頸部脊柱管狭窄症、さまざまな病気があるかと思いますが、首の病気がありますが、そのような方は甲状人体骨化症と同じように枕の高さを整える、平らで硬い枕を使うことが重要になってまいります。決して病気によって異なる枕を使うのではないので、この枕の大切さというのはぜひお母様にも伝えてあげるとよろしいかと思います。今日は少し特殊な病気、甲状人体骨化症、特に頸椎の甲状人体骨化症について、正しい枕の選び方をお教えしてまいりました。ぜひこれを参考にして快適な眠り、そしてなるべく症状を発症しないように首の正しい管理を行っていただければ幸いです。ぜひ今晩からやってみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。